お嬢様、すっごく珍しくものを考えてるみたいになっちゃって。なんだか最近孫作がムカつくのじゃ。ああ、董卓さんとの戦いの後、孫作さんってば人気者になっちゃいましたからね。そうなのじゃ。わらわを皇帝にしてあげるとか言っていたのに、自分だけ人気者になったから、なんだか腹が立つのじゃ。それに孫作をいじめるためにいろんな策を考えて手を打ってるのじゃが、全部失敗してるのじゃ。うわー、気に入らんぞ。策？ミウ様が策って策ってなんじゃと、失礼なやつじゃ。だってミウ様が策を考えたっていい策なんて浮かぶはずがないですもん。そんなことしなくたってミウ様の血を出せばいいんです。意地悪でひねくれ者な血を出せば孫作さんなんてちっちきちんですよ。もっと悪どく性格悪く、それこそミウ様じゃないですか。なるほど、わらわの血を出せばよいのじゃな。はい。よし、ならわらわはもっと血を出して孫作をいじめてやるのじゃ。よっ、ミウ様最高。この腹黒お嬢様め、かわいいぞ。もっとわらわを褒めるのじゃ。どこからかバカ笑いが聞こえる気がする。なんとなくそんな感じがするってだけ。まあいいわ。メイリン、仕込みの方はどんな感じ？仕込みはほぼ完了。決行の日取りは伝えているから、そろそろ演術に一報が届く頃ね。で、さっきの報告にあったリョモーって子、本当に信用できるの？まだ未熟ではあるが、なかなか見どころがある。今後の呉を担う人物となりそうよ。そう。ならその子はレンファの右腕として育てましょうか。ああ、そうしよう。ところで、こっちの準備はどうなの？すべて完了しているわ。あとは事態の推移を見守るだけってところね。了解。準備万端。いよいよね。うん、待ちに待った一歩、我らの工作が成功したということだろうな。私たちの戦いがいよいよ始まるってこと。いよいよね。セレン、ここから先はあなたの演技にかかっているわ。頼むわよ。了解。なんじゃと？たかが農民風情がわらわに歯向かうとは良い度胸なのじゃ。なの、すぐに鎮圧に向かうのじゃ。へえ、無理。いやいや、農民とはいえ10万人相手に戦うなんていくら私でも無理ですよ。それにほら、私ってば基本的に城攻め専門。大量生産した商社で縄文めがけて一気にドーンって戦い方しかできませんし。
ならどうするのじゃ。もうミュウ様ってばうっかりさん。こんな時こそミュウ様の剣であり盾である孫作さんの出番じゃないですか。そういえばそうじゃな。孫作のことをすっかり忘れておったわ。このうっかりさんめ。なのじゃ。それじゃあななのよ。孫作にさっさと命令するのじゃ。了解でーす。ということで炎術様はボートの鎮圧をお望みなのです。当然言ってくれますよね、孫作さん。はあれ、どうかしました？いや、張り合いがない相手ってほんと疲れるものだなって思ってね。おお、英雄とか言われていい気になってる孫作さんらしいお言葉ですね。ボートなんて張り合いがない。その気持ちはよーくわかりますよ。だけど炎術様のご命令ですからすみませんがすぐに言ってもらえますか？了解。すべての兵士を連れて行くけど問題ないわね。相手は10万人って話ですからね。当然問題なしですよ。わかったわ。じゃあ炎術ちゃんに首を洗って待ってなさいって伝えておいて。開いた口が塞がらないとはこのことだな。まったく。まあ楽だからいいんだけどさ、最後の皮肉にも反応がなさすぎてなんかつまんないわね。そうなんだけどね。まあいいや。ゴーハ傭兵はっ。移動の準備よろしくね。よい。では私は兵隊の方を担当しますね。頼む。準備ができ次第すぐに出陣しよう。了解。ミウ様、孫作さんの部隊たった今出陣していきましたよ。ほう、言ったか。ふむふむ。いくら英雄と言われようと、やはりわらわの方が偉いということじゃな。いよ、皇帝に最も近いミウお嬢様、可愛いってれあれしないぞ。もっと言ってたもん。もっとわらわを褒めてたもん。強盗には入らないわよ。一気に偽装した民兵を率いるレンファ様と合流し、そのまま反転演術を吸収するのよ。そりゃそうですよ。本当に一揆が発生してるなら、それを鎮圧するのに時間とお金と人員を投入しなくちゃいけませんからね。奥が深いというのには同意だが、この策は演術だからこそ効果があったということも忘れるなよ。そういうことです。これが曹操さんなら
多分自ら鎮圧に乗り出すでしょうし、そもそも一揆が発生する状況を作らないでしょうしね。しっかり勉強してレンファを支えてあげてよね。優しいなカズトは。イチャイチャしてないで。そろそろレンファ様たちとの合流地点に到着するわよ。あら、焼いてるの？どっちにかしら。さあ、ご想像にお任せするわ。そんなこと言われたら私が焼いちゃうじゃない。前方に軍勢を発見。旗はこう、そして孫家の我門旗、郊外様、孫元様です。よし、後派、どこに炎術の目があるかもわからん。警戒を怠らないでくれ。了解です。3人姉妹久しぶりの合流か。楽しみね。翔子って言ってね。休養期とか呼ばれるくらいおてんばだけど、とっても可愛い妹ちゃんよ。きっとカズトのこと気に入ると思うわ。先にご愁傷様って言っておくわね。多少いたずら好きでな。それに孫悟の中では一番女らしい方だ。食われんように気をつけるんだな。まあ将来的には将校にも種を注いでもらわないとダメなんだから、気にしたって意味ないわよ。合流の準備が整ったみたい。行きましょう。シャオ、元気だった？もちろん。毎日水浴びしたり街で遊んだり楽しかったよ。遊んでばかりね。勉強はちゃんとしてた？もちろん。嘘をつけ。シフに言いつけられた宿題を一度たりともやってなかったではないか。本当の知っていうのは机上の本読みで得得できるものじゃないもんね。それに体を動かす方が今の私たちにとっては大事なことでしょ。いつ炎術の資格に襲われるかわからないんだし。王として民をよく治めるために学問も必要なのだがな。そういうの超興味ないもん。あなたが天の御使い？私の名前は翔子。マナは翔蓮っていうの。翔って呼んでね。よろしくしてあげる。カズト、元気だったか？楽しみにしているわ。ところでお姉様に引き合わせたい人間がいます。アーシェ。この者の名はリョモ、あざ名はシメ。我らの新たな仲間です。メイリンから報告は聞いてるわ。今回の一揆騒ぎもあなたが計画を立て実行してくれたそうね。ありがとう。そして初めまして、リョモ。
はじめまして。緊張しなくてもいいわよ。これから共に戦っていく仲間なんだから。我が名は孫作、マナはシェレン。あなたのマナも私にくれる？はい、マナはアーシャと申します。英雄であらせられる孫作様にお会いできて光栄至極です。こちらこそ。アーシェ、あなたの命私が預かる。期待してるわよ。レンファ、アーシェにカズトのこと伝えてるの？はい、そのことについてはアーシェも承諾してくれました。そうならアーシェにはカズトのことも紹介しなくちゃいけないわね。アーシェ、この男の子が本郷カズト、あなたの夫となる男よ。はい。気にするな。アーシェは恥ずかしがり屋でな。照れてるんだろ。照れてはいません。ただちょっとだけ怖いだけです。いいえ、見慣れぬ人が怖いんです。どういうこと？本人曰く人付き合いが下手なんだそうだ。私は目つきが悪く人を不快にさせてしまいますので。私もそんな風に思えないんだけど。アーシェ、顔を見せなさい。いかにも軍師って感じの鋭い目をしてると思うけど。そうでしょ。私も何度も言っているのですが、どうやら本人は目つきが悪いと思い込んでいるようで。私のマナはアーシェです。この名前あなたにお預けします。カズトのことが気に入ったんでしょ。そうでしょアーシェ。いくら否定したって耳が真っ赤になってるわよ。まあしばらくは慣れないかもしれないけど、徐々に仲良くなっていきなさい。カズトもね。これで顔合わせは済んだな。ではそろそろ動こうか。そうね。孫悟の民よ、呉の腹からたちよ、待ちに待った時は来た。栄光に満ちた呉の歴史を、懐かしき呉の大地を再びこの手に取り戻すのだ。敵は揚州にあり、至福の時を得た今、我らの力を見せつけようではないか。これより孫悟の大号令を発す。呉のつわものたちよ、その命を燃やし尽くし呉のために死ね。全軍誇りとともに前進せよ。
宿敵炎術を打ち倒し我らの土地を取り戻すのだ。おや、どうかしましたか？なんじゃ、孫作がどうかしよったのか。まさか孫作さん死んじゃってたりして。目の上のたんこぶがいなくなるのは素晴らしいことなのじゃ。孫作のやつめ、わらわを騙しておったのじゃ。そうみたいですね。ですねじゃないのじゃ。この状況、ララノがなんとかせい。なんとかですか？そうじゃ、ラナノの力で孫作を懲らしめるのじゃ。そして二度とわらわに逆らえないようにたくさんお仕置きするのじゃ。孫作さんを懲らしめるなんてことできるのかな？何か言ったか？いいえ、何も。じゃあすぐに迎撃準備を開始しちゃいます。頑張れナナノ、負けるなナナノ。わらわをしっかり守るのじゃ。はーい。はあ、英雄って呼ばれてる孫作さんに私たちが勝てるわけないのにな。戦うしかないけど、お嬢様を連れて逃げる準備しとかなくちゃだね。だよね。前方に十春城が見えました。敵影なし。敵影なしって。呆れて物も言えませんね。敵場に動きあり。城壁に兵が出てきています。旗も上がったようです。おっそ、変術ってもしかしてバカ？もしかせんでもバカじゃな。あまりにも危機管理がなっていないな。それだけシェレン姉様を信用していたということか？おそらくそうだろうな。そんなところまで気が回るほどお利口さんじゃないでしょうからね。敵の動きが鈍い今こそが好機。体勢が整う前に一もみに揉むのが良いと思います。それが良いだろうな。だが待て、城門が開いたようだぞ。旗は大将軍趙君のようです。大将軍ね。どのあたりが大なのかしら。バカの頭につく言葉が大なのだろう。違いないわね。じゃあ演術長の相手をする前に準備運動といきましょうか。準備運動になるかは甚だ疑問ではあるがな。まったくです。敵軍突出、こちらに向かってきます。了解。レンファ
この戦いあなたが指揮を取ってみせなさい。私がですか？ええ、大丈夫。ジョー君なんて軽くひねっちゃいなさい。はい。では孫中坊、これより全軍の指揮を取る。各部隊迎撃態勢を取れ。突出する敵を半包囲し一気に粉砕するぞ。